おはようございます。たかしです。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。まずはポンド円の日足からです。先ほどブログを投稿したんですが、そこからちょっと円安が進行してきまして、動きが変わってきましたので、その辺をまた1時間足で詳しく見ていきたいと思います。では日足からですが、現在は下落から上昇に切り替わるのかというところで、直近では上昇トレンドを作ってきているんですね。こんな感じで上昇してきております。そして GMMA も下向きから今上向きに変わってきてますので、この動きですね、ここからこういう上昇がイメージできます。ただ現在はこの直近のこの戻り高値、ここを超えられないでいてますので、そこで今ダブルトップになってきているんですね。で、そのダブルトップが意識されて昨日は下落してきたんですが、この白い水平線、だいたい195円付近なんですが、ここを抜けられるかどうかっていうところに注目です。ストキャスティクスは高値圏です。では4時間足です。4時間足はこういったダブルトップになってきているんですね。本日は朝から上昇方向に動いてますので、このままダブルトップになると見せかけて、こういう風に抜けていくっていうことも考えられますが、まずは一旦この高値ですね、195円付近、その辺で一度押しをつけてくるという、こういう動きをイメージしておいてください。もちろんこのまま上抜けていく場合もありますが、現在はかなりの高値圏にありますので、基本は一旦こういう動きですね、もう一度ダブルトップを作ってくるという考え方を持っておく方がトレードがやりやすいと思います。現在4時間足は GMMA の青帯上向きですので上昇トレンド中です。なので、例えば昨日の安値とか、こういうところから押し目買いをしていくという考え方なんですが、先ほどから言ってますように、この高値ですね、195円付近っていうのは非常に意識されてますので、今、中途半端なところから買っていくよりも、195円を上抜けてから買っていく方がトレードがやりやすい。こういう動きですよね。こういう風に動いていくのを待って、次一度195円を上抜けて、押しをつけてきたところから買っていくのがいいと思います。では1時間足です。1時間足は GMMA の青帯が横ばいなんですね。ですので基本的にはレンジで考えておいてください。現在はこういう動きをしている。その中で本日は上昇の局面にあるというところです。直近の高値、このあたりを上抜けてくると上昇しやすくなると思います。逆にこの辺では売られやすくなってきますので、そこはご注意ください。なので、ロングでついていくのであれば、この白い水平線 194.8 付近を明確に上抜けてからの上昇についていく方がやりやすいとは思います。逆に言えば今はレンジですので、上がったところは売られるし、下がったところは買われるっていう、こういう動きですよね。こういう動きを想定しておきたい。本日は今上昇局面にありますが、このままこの高値を抜けるかどうかはわかりませんので、先ほど言った一度ダブルトップを作ってくるという動き方を4時間足のところで言ったと思いますが、こういう動きを想定しておく。そしてダブルトップから下落しきれないのであれば、そこからの次の上昇をイメージしておくといいと思います。日足のストキャスティクスは高値圏、そして1時間足も高値圏ですので、一度このストキャスティクスの過熱感を解消に待つのがいいですね。ですので、今朝から強く上昇はしてきてますが、こういうような動きをイメージするんじゃなくって、一旦押しを作ってくるのを待つですよね。こういう押し。どこで一度下落してくるかわかりませんが、先ほどから言っているように、今はレンジを作っているので、もしかするとこのてっぺんまで上がっていって、そこから押しを作るダブルトップ、ここでのダブルトップですね。それを作るような動きをしてくるかもしれませんので、どちらにしても一度押しを待ってからの次の上昇のイメージ。4時間足も日足も上昇トレンド中ですので、まずはその上昇に乗っていくっていう考え方を持っておいてください。ただし、1時間足では現在レンジと考えてますので、どんどん上昇するというイメージではなくて、上がったら下がる、下がったら上がるっていう、そういう考え方を持っておく方がトレードがやりやすくなってきます。では次はドル円を見ていきましょう。こちらも下落トレンドを作っているんですね。現在、調整の上昇から下落するのかどうか、ストキャスティクスは高値圏です。昨日は GMMA に接触してからの下落になってますし、この直近の高値、このあたりが意識されたのがわかりますね。ですので逆に言うと、ここを抜けてくると上昇しやすくなりますので、昨日の高値を本日は上抜けられるかどうかというところに注目です。では4時間足です。こちらも4時間足は上昇トレンドを描いているんですね。そして昨日は押しをつけて本日ここから上昇できるかどうかっていうところを見ておいてください。今のところ GMMA でサポートされて上昇してきております。ただ直近ではこの辺の高値が今意識されているのがわかりますよね。ここ上抜けてくると昨日の高値ぐらいまでの上昇。そうするとこういう緑の上昇トレンドで、この高値ですね。だいたい 151.5 付近までの上昇が考えられます。では1時間足です。こちらもポンド円と同じく GMMA の青帯横ばいですので、基本はこういうレンジを想定しておいてください。ですのでこの高値、この安値、このあたりでのレンジですね。そして GMMA も意識されておりますので、今朝方これ GMMA 上抜けてきてますので、今基本的には上昇しやすい。この直近の高値ですね。昨日の高値ぐらいまでは上昇
しやすい、そんな試合にはなっておりますが、そこまで上がってくるとまたダブルトップが意識されてきますのでご注意ください。4時間足は上昇トレンド中ですので、押し目買いで考えておけばいいんですが、現在は日足の GMMA にもぶつかってますので、当然上がったところは売られやすくなってきます。今、日足は下落トレンド、そして日足の GMMA に接触してきているところですので、4時間足の上昇トレンドが勝つのか、日足の下落トレンドが勝つのか、というところで1時間足としては今方向感がなくなってきてますので、こういったレンジを作ってきているんですね。なので、レンジを上抜ければ上昇しやすいし、ここ上抜けてくると日足の GMMA も上抜けてくると思いますので、逆にこれ昨日の安値を下抜けてくると、日足の GMMA からの下落という風に大きく下落をしていきますので、まずはこのレンジですね。レンジをどちらに抜けるのか、抜けるまではレンジ内のトレードという風に考えておくと、トレードがやりやすくなってきますので、一旦は GMMA の青帯上抜けているので上昇方向に動きやすい。でも昨日の高値とかもう一段上ですね。151円台ぐらいは上値が重くなってくる。そしてまた昨日の安値まで下がってくると、そこからは上昇しやすい。まずは基準は GMMA の青帯の上にあるかどうかっていうところですね。本日朝の上昇で GMMA の上に乗せてきたので、今は一旦上昇しやすいけれども、再びこれ GMMA の下に入ってくると下落しやすくなりますので、その辺見ておくとトレードやりやすくなると思います。それでは本日は以上です。現在使用しているチャートがトレーディングビューなんですが、大変使いやすいチャートツールですので、まだご利用でない方は一度試してみてください。概要欄に URL を貼っておきます。また、ノートのメンバーシップ会員を募集しております。FX を基礎から学びたいという方は、ぜひノートメンバーシップをご利用ください。毎朝の充実した分析、それから週末の限定動画でのスキルアップをしていただけるような内容となっております。こちらも概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからご確認ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。